皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ついに新しい車来ました。三菱デリカトラックですね。1994年製のデリカトラックデラックス 2.5 ディーゼルターボマニュアルの4駆です。だいぶこのレトロなデザインがね好きで購入してしまいました。じゃあ早速見ていきましょうか。まずキャビンフロント周りですね。もうただのホワイトですけども、フロントバンパーは樹脂タイプで、ライトがスターワゴンとは違ってバンとかトラック専用のシールドビーム、四角いライトですね。で車高はノーマルです。4駆なので元から車高高いですね。ホイールとタイヤだけ変えてます。ほんとアンテナもロッドアンテナ、ミラーも大型でだいぶ見やすいです。バイザーは買ってあるので後で取り付けます。鍵ももうキーレスも何もない金属キーだけですね。やっぱこの車高がね高いのがいい感じですよね。でそのタイヤですけども、こちらのホイールディーンのクロスカントリーですね。クラシカルなデザインで気に入ってます。ジムニシェラもねディーンのコロラド入ってますけど、どっちも D になってますね。タイヤはグッドリッチのオールテレーン KO2、 サイズが LT の 22570R16。 純正とそんなにサイズ変わらないと思います。元からこれついてきたのでこのまま使ってます。ホワイトレターいいですよね。泥よけも大型です。それではね次運転席見ていきましょうか。まず内張りですけども、パワーウィンドウないです。手動タイプ。もうほんとポケットついてるだけ、シンプルです。ちょっとねここ劣化してきてます。鍵ももう至ってもノーマル、古い金属キー。これですこれもボタンなんかありますけど、デラックス一番下のグレードなので何にもないです。次はハンドル周りです。純正のエアバッグなしのハンドルです。でメーターもタコメーターなしの全く至ってシンプルな燃料計、水温、スピードメーター以上です。距離は86,600キロ、納車されて1000キロぐらい走りましたかね。1500キロ、特に異常ありません。でマニュアルミッション、5速ミッションと副変速機ついてます。2駆4駆ロハイ、4駆のロー、これあるだけでいいですよね。アクロもいけそうです。次空調オーディオ周りですね。これもともとエアコンレスの車です。で次は純正オーディオ、AM しか聞こえなかったかな。ラジオですね。ナビつけるかディスプレイオーディオつけるかちょっと考えてみます。で次が電動クーラーですね。これ後付けです。 YouTuber のキクシンチャンネルさんに取り付けてもらいました。本体、エアコン本体っていうかエアコン自体は8万、9万弱で、ちょっとこれ50アンペア電気使うのでオルタネーターも大容量のものに
交換して、そっちが8万円くらいかな。まあガスもろもろ含めて20万弱になってました。もう結構冷えて、旧車乗りとかエアコン列車乗りの方はいいと思います。助手席側から見るとこんな感じですね。ベンチシートになってます。定員は2人。まあコンソールもだいぶレトロな感じですね。まあエアコンの本体、まあ、こんな感じですけども、まあ邪魔にならないところについてます。はい、天井も内張りもシンプルなフラットなタイプですね。はい、じゃあ次2台の方見ていきましょうか。はい、こちらがエアコンのコンプレッサーですね。後付けのエンドクーラーのコンプレッサー。ちょっと配線まだね取りまとめてないですけど、ちゃんとは。あとはクーリングのファンですね。コンデンサー。ちょっとねここの配線もちょっとこう工夫したいですけども、ちょっと後々考えています。バッテリーは 12V の1個ですね。まあシンプルなバッテリーです。まあうまくここに収めてくれました。はい、次が運転席側にある収納ボックス、ツールボックスとかかな。これはオーダーで作ってもらってます。こちらにこう金があって、こんな感じで開きます。結構ね大きいんです。まあちょっとギリギリになっちゃってますけど、結構大きい感じで、ちょっとこれはね後で塗装します。まあブラックに塗ると思います。結構ね灰入れたり、車内に置きたくないゴミとか積むことできますね。はい、これがボックスです。はい、次いよいよ2台作ってもらったボックスです。もともとこの白いフレームはあったんですけども、そこにちょっと貼ってもらう感じ、天井床、まあ全体的に囲んでもらってます。一応ここにね窓つけたりいろいろする予定です。まだ塗装もされてません。で一応ここを開けると、まあトラックなんでね散歩ですけど、開けるとこちらが開きます。開くとここ取ってあってね、これ扉になるんですよ。すごいでしょ。かっこいい。まあ基本ここから乗り入れしたり乗ったり、後ろから乗ったりできますけども、こっちからも登れます。ランプはついてね保持されてます。鍵もついてます。はい、次はリアですね。こちらも開けるとこんな感じです。こっちも扉になってて、バコーンと開きます。こっちは荷物出し入れしたりね、まあ乗り降りしたり、結構ね開口部でっかいんで、もう雨の日でもいいのかな。かなりいい感じです。で次はサイドはこの煽り開けなくても開けれるようになってます。こっちも散歩です。散歩じゃねえ、跳ね上げ式です。3つ開くんで非常に使いやすそうです。ちょっと中見ていきましょうか。はい、ちょっとねまだ荷物1個乗ってますけども、この荷物ね1メーター90くらいなんで、まあだいたい2メーター2、30くらい
なんか長さがあります。幅は1メーター40くらいかな。高さはね、私乗ってるパネル板と同じくらいで1メーター15くらいかな。高さはだいたい同じです。幅と長さが大きくなりました。こんな感じで下もね鉄板張りにしてもらいました。まあ、今日ね今日というか後で全てコーキングにして雨漏りないようにしますけども、鉄板で、これ作ってもらったのはねメタルワークス中道っていう中道さんとですけど知り合いで、まあ、普段ジムニーのねパーツとか作って販売してるメーカーさんですけども、特別に作ってもらいました。一応見た感じね、溶接じゃなくてこう全部ボルトナットで止まってるんでバラせるようにはなってます。ただコーキングしちゃうんでねバラせなくなっちゃいますんで、車検の時はちょっと車重変更つが積載変更して通したいと思います。まあ横から見るとこんな感じですね。ちょっとねここね頭の高さ近いんで気をつけないといけないですけど、だいぶかっこよくなります。ここに窓もついたり後ろもついて、でサイドも3つさらに窓つきます。あとはロトパックスのウォータータンクと、あとサンドラダーかなとかちょっと取り付けて、あと上にルーフテントを載せる予定です。そうすると、まあ、上でも、まあ、最悪天候悪い日は中でも過ごせるようになっていますしようと思います。どうですか皆さん、想像してたのとイメージ通りですか、それとも違ってましたか。コメント楽しみですね。どうですか、自分的にもだいぶお気に入りの完成度です。よし、じゃあせっかくね河原に来たんでちょっとオフロード走行してみます。ちょっとかけてみますね。どうですかこのディーゼルっぽい音。ちょっとねここら辺まだ立て付けねもうちょっとやってみますけど、じゃあちょっと行ってみましょうか。ちょっと正面にね急な坂あるんで登ってみます。今4駆のローにしてます。まあローだと余裕かな。全然余裕です。じゃあもう一度登ってみます。真横から。はい、じゃあ次は4駆の範囲に戻して通常の砂利道、ちょっと河原の道ですけどね、意外と乗り心地いいんですよ。2トントラックとかとは違って非常に乗り心地もいいです。もう一回ローにして、ここは急です。登れっか。おお、
じゃあもう一回。おお、いいですね。今回の紹介動画になりましたね。いかがだったですか。これをちょっと改造していきますんで、その模様も動画に撮りたいと思います。それではさよなら。